どうも、健太です。今回は僕が東大に入って初めてやった研究、アレスの研究についてご紹介しようと思います。東大健太チャンネル。東大にはアレスやアレサと呼ばれる必修の授業があります。理系、文系すべての1年生がやる英語の授業で、英語で学術論文の書き方を体系的に学ぶという内容になっています。理系はアレス Active Learning of English for Science Students。 文系の場合はアレサ Active Learning of English for Students of the Arts という名前です。僕は理系として入学したのでアレスの方をやりました。これは多くの人にとって大学で行う初めての研究ということで、先生から研究の基礎を一から教わるという内容の授業でした。論文の書き方を学ぶという内容ですが、自分で一からテーマを決めて実験を実施して結果を得て考察を得てみたいに研究の流れを簡単に学ぶことができる授業でありました。今回は僕が当時行った研究の内容を紹介しようと思います。その研究の内容とはズバリ、男性用の小便器で用を足すときにどんな条件だったらあまり飛び地じゃないかというものです。これはおそらくほとんどの男性が気になるのではないでしょうか。テーマ自体は僕が考えたものではなくて、3人組のチームの他のメンバーが考えたものなんですが、僕はその3人でいろいろと条件を変えて研究を実施しました。今回はそんな僕の当時の研究のスライドが残っていたので、それを紹介しようと思います。それでは見ていきましょう。はい、では僕の当時のアレスの発表を How long drops of water spread in rebound？ 水滴がどのくらいの距離跳ね返るかについて説明しようと思います。まずは導入。男性の皆さんならわかると思いますが、トイレで小さい方の用を足すとき、立っている場所と小便器の位置の距離によって尿の跳ね返り方が変わりますよね。そんな時、一体小便器からどのくらいの距離離れたらいいか、それを調査するために研究を行いました。研究の動機としては、多くの男性がこの尿の跳ね返りの問題から救いたいということを動機としています。僕が立てた仮説は、より小便器に近づけば近づくほど尿の跳ね返りは小さくなるという仮説を立てました。これが実験の方法です。実際の小便器であるのは難しい上に衛生上良くないので、トイレのモデルを作って実施しました。壁のすぐ近くに新聞紙を敷き、壁に向かってホースで水をかけます。そのホースから出した水が跳ね返ると新聞に落ちます。ホースと壁の距離を調整した時に水がどのくらい跳ね返るかというのを見るのがこの実験の趣旨です。こちらが結果です。ホースと壁との距離が20センチから50センチの時は、距離が長くなるにつれて壁と水滴との距離も長くなりました。一方、壁とホースの距離が10センチメートルの時が、壁と水滴との距離が最長になりました。つまり、壁と水滴との距離が最も短くなる壁とホースの距離は20センチメートルだということが分かりました。これは僕が立てた仮説を部分的に支持する結果になりました。一方、この実験は屋外で実施されたために、実際のトイレでの条件とは若干異なる点には注意が必要です。つまり、これからあなたは小便器から20センチメートル離れて用を足すのをお勧めします。さらなる研究としては、ホースの距離を5センチメートルごとやより短い距離に変えたもので調査をしてみようと思っておりました。実際にはやっていません。これであなたも用を足す時の尿の跳ね返り問題からは解放されることでしょう。ご清聴ありがとうございました。東大健太チャンネル。さあ、いかがでしたでしょうか。今回は僕が大学1年生の時に行ったアレスの研究内容をご紹介してきました。ちなみにスライドの発表だけではなくて、きちんと論文もこんな風に書きました。アブストラクトの全文を説明欄に載せておくので、興味がある方はぜひ読んでみてください。またご要望等ありましたら論文の方も公開しようと思います。
ぜひ感想等コメントでお待ちしております。この動画が良かったと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。概要欄にブログ、Twitter、Facebook ページ、Instagram もありますので、そちらもよろしくお願いします。